ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのゴルガリコンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、29日に行われた MO チャレンジにおいて、8勝1敗で見事優勝を果たしたデッキですね。コンボ自体は発売前から一部で話題となっていましたが、まさかの競技での優勝ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。コンボにはベイン本家の賞金稼ぎ、影の帯の盲信者、強血鬼、ただれた峡谷の4枚が必要となり、4枚コンボということで、下準備は割と大変な部類ですね。どういうコンボかというと、賞金稼ぎと盲信者、ただれた峡谷が場にある状態で、他のクリーチャーを生贄に捧げると、賞金稼ぎの能力でただれた峡谷に土の技を使うことができます。そしてさらにただれた峡谷を生贄に捧げることによって、土の技の能力で場に戻ってきて1点のダメージが発生。さらに後に強血鬼があると強血鬼も戻ってくるので、次からは強血鬼を生贄に捧げることによって、この動きを無限にすることができ、無限ダメージとなります。アリーナだと全て手作業でしないといけないので、割とめんどくさいコンボなのですが、20点程度であればサクッと決めていけますね。欠点として相手が領事の権限をコントロールしている場合、ダメージ自体は差し引き0点なのですが、こちらが春節期の洞察をコントロールしている場合、こちらが無限ライフとなるので、実質的にこちらがほぼ勝てます。ただしアリーナだと砂時計の関係で有限コンボとなるので、途中で止まってしまうのが難点ではありますね。はい。ということで、デッキの動きはこんな感じなのですが、日の技コンボよりもコンボパーツが多く、キルターンも遅いので、正直今のところわからん殺しで勝った感があるので、これからの大会でもしっかりと結果を残せるのかに注目ですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。土地1はマリガンですね。土地2枚穴潜らって、ギリギリキープはできるハンドではあるかなと。ただ現状コンボパーツが1枚だけということで、コンボパーツを、集めていく必要がありますね。さあ、相手はシミックミッドレンジ。相手も結構、キルターンが早いデッキということで、ちょっと頑張らないといけないですが、さあ、まずは洞察から、ただれた峡谷と賞金稼ぎ。これは峡谷の方をもらっていきたいですね。賞金稼ぎは自然の律動でも持ってこれるので、これで一気にコンボパーツが3枚揃っていった形ですね。ただ相手はなかなかのブンブン。次のターン、ウロブロイド出されるとかなりきついですが、さあ、アナグマモグラから、どうしますかね。盲信者先に出しておきたいかな。さあ、ウロブロイド出てくるのかどうか、ショックインから、ただここはフラットビット。なるほど。盲信者をタップ。はい。からのラノエル。ウロブロイドはとりあえずなさそうなので良かったですが、まだ猶予ターンはある形ですね。アンタップインからのアナグマモグラで、残り使えるマナが6マナまで増える形になりますね。残り6マナでどうするか。強血鬼を持ってきてもいいんですけど、一応賞金稼ぎも、持ってくることは可能ですね。アナグマモグラをタップすれば、調和コストで唱えると持ってこれるという形ですね。ちょっと悩ましいんですが、先に賞金稼ぎ持ってきましょう。さあ、X4 で賞金稼ぎを持ってくる。おっと、まだコンボ決まってないですが、投了してくれましたね。GG。今ね、本当相手もなんかよく分かってないことも多いんで、こういう風に投了してくれることもあるので、わからん殺しができるデッキとなっています。相手は普通の、シミックミッドレンジですが、入れたいのは除去ぐらいですかね。お互いに最速でブンブンしていこうっていう感じの対戦ですね。さあ、1歩目勝って2試合目。はい、いいですね。コンボパーツ3枚あるので、割と早めに決めていけそうな。お、4枚目くる。さあ、パーツは揃ったが、相手が分回りじゃないことを祈るだけですね。
さあ、2ターン目、アナグマモグラはなし。構えてくる。構えてくるということは、まあ、フラットビットでしょう。なので、まあ、クリーチャーじゃない、ベールマークからいきましょう。まあ、カウンターだったらあれですけど。はい、取っていく。さあ、ベールマークから、お、まさかの介入感知。なるほど。介入感知入ってるんか。からのウロボロイド。これはちょっと猶予ターンがなくなってきますね。一応、世話人と、盲信者出して、次のターン、5マナ。1マナ足りないんですよね。うん。まあ、ただ介入感知あったらどっちにしろ、まあ、阻害はされてるか。さあ、アナグマモグラから、あと2ターン耐えれるかどうかですね。まあ、世話人が死んでもいいんですが、ただ、このターン11点。いや、かなりきついですね。次のターン耐えられなさそう、さすがに。氷結機か、賞金稼ぎを出しておく必要があるんですけど、賞金稼ぎ出して、8点でしょ。ウロブロイドが、パワー4で、いや、さすがにこれ無理か。どっちにしろ、3体しかブロッカーは立てられないんで、まあ一応やってみますか。うん。こうするしかないかな。で、多分このマナクリーチャーというか、33の土地以外は全部ブロックしないと死んじゃうので、まあ無理ですね。盲信者が生き残れないんで、これは無理か。さらにアナグマモグラ。まあこれはまあこれブンブンでしたね。シミックミッドもね、結局、ドブンだとこんな感じになっちゃうんで、全然コンボが間に合わない。まあ、気の技コンボだったらギリギリ間に合ってるかっていう感じではあるんですけど。はい、これは無理なんで、3本目いきましょう。ウロブロイド残ったら無理なんで、まあ、単体除去も入れておきますか。ただ何を抜くか。まあ、基本的にコンボパーツしか入っていないので、抜くカードが難しい。まあ、抜けるとこで言えば、魔除けと世話人ぐらいかな。最初いっぱいで3試合目。土地1。まあさすがにリスキーなんで、これは丸ガンしていきましょう。いや、どうかな。ギリギリいけるか。アナグマモグラが除去されなければいけるハンドではある。やってみますか。まあリスキーではありますけど、ちゃんと展開ができて、で、コンボパーツも2枚ある状況。まあやってみますか。さあ、とりあえず、エルフを出していく。まあ1マナ除去はさすがにないでしょう。相手もエルフから入ってくるかどうか。ランタン。なるほど。ランタンはね、ちょっとめんどくさくなるんですよね。さあ、そして土地引けましたね。これは偉い。というか、ラノエルと森から、この土の技からベールマークできたかったですね。ちょっともったいない動きにはなりましたが。さあ、相手はアナグマモグラ。これで5マナ、6マナ使える状況。あとは、離れた峡谷が必要なんですが、一旦ベールマークからいきますか。4、5、6。まあ、ベールマークプラス、賞金稼ぎでいいかな。まあ、ランタン適当に使ってくれると嬉しいですが、さあ、盲信者からの賞金稼ぎいきましょう。あとはとりあえず、タルタ峡谷を引けるかどうかですね。さあ、ここをブロックする。なるほど。まあ、相手が後手ということで、こっちのマナブーストを、先に防ぐ、選択をしてきた感じですね。まあ、ただこっちもちょっと時間かかるんで、マナブーストを、相手のマナブーストを防げたのは、
まあ、どっちかというとありがたいかな。さあ、立道。なんともな形ですね。フラットビット。これは、まあ、賞金稼ぎを戻していく形になりますかね。いや、でもあれか、アナグマモグラあった方が良かったか。どっちかというと。まあ、お互いにその分々に関わってくるんで、なんとも言えないところではありますけど。さあ、ウルボロイド持っている。これでこっちもちょっと急がないと、という形になりますね。ただ、賞金稼ぎ、これで生き残っていく。アナグマモグラ。残り4マナ使えて、まあ、アナグマモグラから行きましょう。まず、アナグマモグラから、さらに、土間の技を使っていく。はい。これで、残り4マナ。一旦、律動を使っておきたいですかね。律動を使っておくか、まあ、強血気を出しておくか、という形ですが、まあ、先に使っておきたいですね。さあ、律動から、まあ、一旦この展開だと、アナグマモグラでいいかな。マナが大量に使えると、自然の律動がどんどんね、簡単に使えるんで、まあ、次のターンには決めないとダメな盤面かな。ウロブロイドあるんで。さあ、どうでしょう。まあ、ただ相手ランタン持ってるんで、一回は止まってしまう形にはなりますね。さあ、ここは補充兵。横並びをさらにしてきて、まあ、いよいよ、おっと、それはきついですね。墓地対策をさらに引かれてしまう。これはかなり厳しくなりましたね。マナはない状況ではあるのか。土地。マナないんで、一旦探検家持ってきますか。3、12、12マナある状況。律動から調和コスト使っていいんで、賞金稼ぎタップからの、こんな感じですね。さあ、探検家持ってきて、ランタン起動しないので、峡谷を場に戻していく。さあ、これで、強血気を2枚場に出すことによって、まあ、ランタン1枚だと、ただれた峡谷が、戻ってくるスタックで起動しないと、コンボが継続していきますね。まあ、相手がこれもう知ってるかどうか次第。まあ、わからん殺しですね。まあ、とりあえずやってみますか。ここでやらないとどっちにしろ負けるんで。さあ、盲信者から、とりあえずスタートさせていきましょう。賞金稼ぎで月地の技。まあ、どうでしょうね。まあ、ただ、1試合目、あのタイミングで投了してきてたんで、まあ、わからんまま投了してくれる可能性全然ありますが。さあ、土の技で、戻ってきて、で、強血気、戻ってからの1点。で、これ相手ランタン持ってるんで、ただれた峡谷が墓地に落ちて、土の技がスタックに乗ってる状態ですね。そこでランタン起動したら、コンボ止まるんですけど、起動してこないので、これは知らない可能性がある。はい、このタイミングですね。このタイミングで起動したら、土地追放されるんで、戻ってこないですね。これはただ知らなそうなので、決まってそう。
まあこの動画見てる人はこれでわかりますね。どこで起動したらいいのかっていうのが。投与してくれた。やった。じじ。わからん殺しできましたね。さあやっていきます。こちら先手。まあこれはキープしていいハンドですね。盲信者あって、まあクリーチャーサーチ手段が2つあるというハンドなので、まあ割といいハンドではあるかなと。さあ、相手は何でしょう。青白ランドからスタート。青白コンの匂いがプンプンしますが、青白かジェスカイか。まあ、幸先かなり悪いですね、これは。さあ、まずは洞察から、はい、峡谷もらっていきましょう。で、強血機も墓地に落ちているので、コンボパーツが3枚ある状態。はい、コントロールですね、これ。あとは賞金稼ぎさえ来れば、という形ではありますが、まあ、やってみましょう。多分、さすがに、コンボは決まらなさそう。で、最悪なのが、その、追放された場合、相当厳しくなるんですよね。まずは強血機、殴っていく。まあ、基本的にはビートで倒していくしかないんですね。まあ、追放されなければ強血機何回もね、戻ってくるんで、そこでなんとかなるかという形ではあるんですが。さあ、2マナクリーチャーに3歩先を使っていく。からのミシェラランド。まあ、とりあえず、どんどん殴っていきましょう。からの、さらにベールマーク。さあ、賞金稼ぎ落ちましたけど、まあ一応狙ってみますか。まあ、盲信者出して、これがカウンターされなくて、まあ、カウンター持ってそうですけど、はい。まあ、コンボは無理かな、さすがに。さらに、カイタビア過剰の、強国引く。ワンチャンこれ相手が計算ミスってくれたらいけるか。さあ、3点。残り11。いや、強国隠しておいた方が良さそうですね、これ。先に、どうするかな。探検家からいきますか。まあ、ここは別に、死んでもいい枠。カウンターされても OK。まあ、とりあえず、土地を伸ばしておきましょう。強血機とかが、まあ、墓地に落ちてくれるとありがたいですが。まあ、特に落ちず。からの、はい。生還コールの助言。さあ、2枚を手札に入れていく。まあ、ただ、ベールマークとかも返ってくるんで、おっと、リップ。メインリップそれは、効いてないですね。さあ、メインから対策をされてしまう。どうするか。とりあえず殴っていきましょう。さあ、さらに5点入って、残り6点。このままターン渡すかな。まあ、そろそろ全除去を打ってくるターンなので、とりあえずそのまま渡していく。さあ、さらに生還航路の上限。まあ、全除去はさすがに、1枚は引いてるでしょう。で、一応、盲信者によって、クリーチャーさくることによって、重宝はね、していくことはできますね。さあ、アルテマ。はい。まあ、全部サクっていきましょう。安らかなる眠りがね、なければ、強血機とかは、逃がせたんですが。さあ、一応、情報。アナグマモグラが一番いいんで、立度はまあ、トップでいいか。立度から、アナグマモグラ持ってきて、
速攻1点パンチがね、できるんで。で、しかもただれた峡谷を、クリチャーにすることによって、まあ、戻ってきてさらに1点という形になっていきますね。さあ、ということで、アナグマモグラから行きましょう。2マラで溜まってきてるんで、まあ、ウセロかカウンターですね。さあ、峡谷クリーチャーにして、1点パンチ。まあ、除去打ってもこれ1点飛んでいくので、実質残り4点まで。という形ですね。まあ、アルテマ以外ですけど。さあ、ここも構えていく。相手解体爆破場があるんで、まあそこがどうなっていくか。ミスラランドでブロックしてこないですね。バウンス。まあそれトップでいいでしょう。爆破場をまあ打ってくるかどうかという形ですが。さあ残り3点まで。で、峡谷で残り2点まで見えてるので、まあこの見えてない峡谷で相手が死ぬ可能性はありますね。さあ、捕鯨出してくる。まあ、砂漠土地はね、割と相手からすると予想外な形になると思います。さあ、爆破場は起動するかどうか。起動しないかな。1点がこれ確定してるんで、出させてくれるとありがたいですが、そのままパス。なるほど。まあこれ見えてる峡谷なんで出していきましょう。さあ残り2点までからの立動 X2 ですね。ただあれか。このターン、いやどうするかな。2マナカウンターある可能性もあるんで、まあどっちでもいいか。見えてる賞金稼ぎから先に出していきましょう。3マナ要求、はい、ですね。で、次のターンに、立動からという形でいいかな。さあ、マランガの失勢。いや、これ勝てそうな気がする。相手が解体爆破場を使ってこなかったら勝てますね。さあ、超ホランド。この点数まで行くと相手は相当危ないですよ。さらにアナグマモグラ、いいですね。もう砂漠デッキなんでこっち。さあ、まずはアナグマモグラ出していきましょう。ここで砂漠割らないと多分相手負けますね。さあ、ブロックしても通しても1点は確定。ブロックする。まあ、ティシャーナとかない限りは勝ちですね。さあ、戻ってきて1点からの隠していた峡谷で1点。GG。いや、いいですね。これはいい感じの勝ち方ができた。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。